ハのセロ250に試乗しています。現代モデルと比較すると、燃料供給方式がインジェクションになるなどアップデートされたモデルになっているわけですけれども、こうして改めて乗ってみるとセロにはセロならではの楽しみがあるなと、そういう感じがします。排気量は 249cc、 最大出力は18馬力、最大トルクは19ニュートンメーターということで、非常に控えめという感じがするんですけれども、デザインが現代的なスタイリッシュなものに変更されたという以外は過敏な装備品もないですし、現行モデルであってもやはりセローはセローらしいなという感じがします。セローらしい装備といえばヘッドライトの下の、このアシストグリップですね。このグリップを引き上げることによって仲間と助け合いながら難所を乗り越えていくと、そういったところがセローの魅力であるわけですけれども、そういったセローの良き伝統というか、そういった装備品はもうしっかり残されているということで、こういった面を見てもですね、やはり、現代化されているとはいえ、やはりセローはセローなんだなと、そういう感じがします。出力的になかなか高速道路は乗りにくいんじゃないのかなというイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今全開ですけども、もう100キロすぐ出ましたね。100キロぐらいはもう簡単に出てしまうので、例えば高速道路を使ったロングツーリングなんかであってもセロは十分こなせると、個人的にはそういうふうに考えています。久々にこの試乗したセロを存分に楽しむためにちょっとした林道を目指しているんですけれども、こういったシチュエーションですけれども、通常のツーリングとかでもよくあるシーンと、こういった時でもですね、セロ非常に扱いやすいですね。まず何といってもこの車体の軽さ、そしてハンドリングの軽さ、この2つが相まって曲率がきついカーブが続くこういった峠道でもこのセローならもう本当に楽しく走ることができます。こういったですね、ちょっと路面が荒れているような場所、こういった時にはオフロード車特有のこの21インチホイール、このハンドリングが結構安心感があるんですね。下手なオンロードスポーツよりも、ずっと気楽にというか、楽しく走ることができる、そんな気がします。はい、今セローでですね、いよいよ林道、ちょっとした林道なんですけれども、走り始めたわけですが、このセロやはりですね、こうやって林道に持ち込んでみると、大型のデュアルパーパスとかオフロードを、飛ばすような本格的なオフロードモデルとは、根本的に違う楽しみがあるなと、そういう気がします。大型のデュアルパーパスモデルなんかだと、これぐらいの林道であっても、そこをいかに無事に切り抜けるか、ハラハラドキドキするようなですね、不安感を伴った、それが大きな楽しみだと思うんですけれども、もうセローの場合はですね、セローで行けばもうどうにでもなるだろうという、もう非常に安心感に満ち溢れた、林道ツーリングが楽しめる、これがですね一つの大きな魅力なんじゃないかなと思います。まず何がいいかというと、やはりこのエンジンですね。今ですね、林道の入り口ということでかなり急な、上り坂を上ってるんですけれども、基本的には今私何もしていないんですね。アクセル街道を一定に保つことだけに集中して、あとはハンドル操作で、多少の方向修正という感じで、それぐらいのことしかしてないんですけれども、あとはですね、クラッチ操作もブレーキ操作も何もしていないという感じなんですけれども、このエンジンがですね、低回転域で非常によく粘るエンジンなので、アクセル街道にだけ気を配っておけば、ほぼオートマチックで登ってってくれるんですね。もう本当にですね、ライダーは何もすることがないというか、周りの景色を楽しんでてくださいと、セロが言ってるかのようですね。近年のオンロード性能を重視したモデルだと、例えば19インチとかを採用する例も多いわけですけれども、このセロはですね、21インチホイールを採用しています。これによってですね、やはり19インチホイールと比較すると、やはり次元の違う走破性を発揮してくれている、そういう印象が強いですね。大きめのギャップとか、石がですね、岩が転がっていたとしても、気楽にですね、構えていれば、勝手に、オートバイのこの21インチホイールが、そういったものを乗り越えてくれるという頼もしさがありますね。あと、前後のサスペンションですけれども、これも非常にいい働きをしているなという感じがします。フロントはですね、普通の整列フォークなんですけれども、非常によく動いてですね、仕事量の多いサスペンション。一方、リアなんですけれども、リアは18インチホイール、そして、ボトムリンク式のサスペンションの組み合わせなんですけれども、こちらの方もですね、非常によく動いて、ロードホールディングがいいですね。
アクセルをこう上げ気味にして、リアブレーキを踏みながらこう駆動力の調整をするっていう、登り方もあると思うんですけれども、そういった時でもですね、このリアの、ディスクブレーキ、非常にこう扱いやすいですね。こう制動力に唐突なところもないですし、こう踏むと、ちょうどいい感じでこう、トラクションの調整が、駆動力の調整ができる、そんな設定になってますね。一方ですね、フロントブレーキですけれども、こちらの方も非常にこう扱いやすいですね。セローの運動能力からすればですね、制動力も十分という感じもしますし、こちらの方もですね、扱いやすいですね。はい、今、林道を登り切ったので、ここは行き止まりなんですね。なので、こう U ターンしましたけれども、はい、今みたいにですね、林道を登り切って U ターンと、最近の林道はどうしてもこうピストンに、なってしまう場合も多いんですけれども、空いた時であったりとか、例えばですね、林道の先がもうものすごい難所になっていて、さすがのセロももうこれ以上はこう、乗り越えていけないというような場合、もうどうしてもこう U ターンしなきゃいけないわけですけれども、そういった時もですね、セロ、非常に車体がコンパクト、ホイールベースも短い、そしてですね、なおかつハンドル切れ角が非常にあるので、最小回転半径がですね、確か 1.9 メートルぐらいなんですね。なので、もう難なく切り返して、引き返すことができる、こういったですね撤退しやすさ、そのあたりもですね、セローの、セローたるゆえんというか、非常にですねこう魅力的な部分だなと、そういうふうに感じます。今ですね、先ほどの林道を登り切ったので、折り返して下っているんですけれども、下り始めてもですねこのセロ非常にですね、楽だなと、林道オフロードのツーリングが楽にこなせるなと、そういう印象に変わりはないですね。林道の下りの角度、傾斜に合わせてですね、1足か2足に放り込んでおけば、もうバイクの方が勝手に林道をこう安全に下っていってくれる、そういう印象が強いですね。今ですね、ちょっと前が開けているんで、ギアは2足に入れていますけれども、こうしておけばですね、非常にこう塩梅のいいエンジンブレーキが効いてくれるので、こちら下りの方もですね、ほとんど、ライダーの方はですね、ハンドル操作に集中していればいいという具合で、今私はもうほとんど何もしていないんですけれども、もうエンジンブレーキの、効き具合がですね、非常に程よくてですね、もうライダーは本当にこう景色さえ見ていればいいという感じで非常に楽ですね。はい、そしてこのセローですけども、走りはどちらかといえば、飛ばそうと思えばもちろん飛ばせるんだと思うんですけれども、走りはですね、どちらかというとこう林道の石をですね、もうこう荒々しくこう蹴散らしていくような走りではなくて、やはり前後のタイヤをしっかりとこうしっとりとグリップさせながら、とことこと林道を楽しむのが、似合っているかなと、そういう感じがします。はい、今ちょっと、リアタイヤが取られたんですけれども、こういった時もですね、車体が軽いので、全く怖くないですね。落ち着いてこう修正すればもうどうにでもなるという感じですね。はい、今林道の角度が急になったのでギアを1足に入れます。はい、これ結構下りながらですね、数十メートル続いているかなりの下りなんですけれども、こういった時でも全く不安感がないですね。ちょっとですね、本当にもう楽すぎて笑ってしまうぐらいなんですけれども、それぐらいですね、このセローの林道ツーリングというのは実に楽しいですね。たまにですね、こういうオートバイに乗ってみると、非常にですね、オートバイの根源的な楽しさというか、そういうものが感じられると思うので、ベテランの方にももちろんお勧めできるんですけれども、初心者の方や女性ライダーの方、こういった方にもですね、自信を持ってお勧めできる1台、そんな感じがします。排気量もですね 250cc ということで維持費も安いですし、燃費もですね、今回計測してないですけれども、おそらく、このエンジンですから悪いということはないと思います。そういうことでですね、維持費も安いし、気が向けばですね、高速道路を使ったロングツーリングももちろんこなせますし、例えばたまの週末に脱日常という感じで、こういったですね普段、分け入ったこともないような、林道を、ちょっと冒険してみる、そんな時にもですね、ぴったりの相棒なんじゃないかなと、そんな気がします。